実験大好き MNL です。今回は同時ケーブルの長さによってアンテナの SR バード特性変わる瞬間っていうの結構ないでしょうか。意外とね HF のアンテナでよく見かけるような事例かと思います。それをね実際に実験いたしまして Earth っていう視点でねちょっと皆さんと考えていきたいなと思っております。でその中でね結果的にこれが回り込みっていう現象にもね派生していくんじゃないかなと思っております。ぜひともね、パッチンコアを使う理由含めてね、見ていただければいろんな情報を得られるんじゃないかなと思っております。今回このような形でいつも使っておりますロングワイヤー。こちらの方のね、アースの状態、アースをなくした時にね、どのような動作になっていくのかっていうのをね、このようなね、テスト環境を準備させていただきました。まず、アンテナの方ですけどね、もういつも通りこのような形ですね。このような形で、まず基準としまして、このようなアース、グラウンドラジアルですね。これを一つ用意させていただいております。あと、こちらの方にね、同時ケーブル、5メーターもの、それと10メーターものね、同時ケーブルを用意させていただいております。あと、こちらの方にね、ちょっとテストでちょっと使えます。こういうパッチンコアですね。パッチンコア。それと実際に同時ケーブルにね、どれぐらい RF 電流がね、流れているのか測定するためにね、これよく出てきております RF で電流計、これの方もね、準備させていただきました。これでちょっと調整開始させていただきます。こんな形ですね。もうだいぶ慣れてきてますからね。こんな形で、C もそうですね、ここをちょっとこういじって、こんな形でしょうか。ちょっとね、ざっとだけ調整させていきます。まず、共振周波数 7.03 ですね、現状。1.5 が 6.91。反対側が 7.145 ですね。その時の RF 電流が目安ですけどね、35.8mV 流れております。現状ね、グラウンドラジアルつながってるんですけど、これを外させていただきます。グラウンドラジアルを外すってことはね、アースがなくなるってことです。ですので当然ね、こちらの方当たり前なんですけどね、もう SR バードがぐんと上がりました。で、RF 電流もね、ほとんど流れてないということがね、確認できたんじゃないかなと思います。実際回しますとね、こんな形で、例えば10メガ台にね、あるんですけど、こういう本体ですね、ケーブル側の外側に触れますとね、激しくね、こういう形で共振周波数とか SR バードがね、変わっていただいているというのが分かると思います。先ほどね、RF のクランプメーター、当然ね、グラウンドラジアルになった方向に流してたんですけど、今度はね、ちょっと別の方向、この同時ケーブルの外側につなげてみます。不思議ですけどね、ちょっとこれで実験してみます。で、ここでね、注意していただきたいのが、こちらの方の RF 電流、こちらとね、ちょっと比較していただいたら分かるんですけど、ね、やっぱりSRバーが下がろうとするところに、RF 電流が流れていっていると。で、7メガ台にしますと、このような形でだんだん流れてこない。本来ですとここでね、グラウンドラジアがあれば流れるはずなんですけど、ね、このような形でね、同時ケーブルの方、だいぶ少なくなってます。で、この状態でね、ちょっとグラウンドラジアル、こちらをちょっとつないでみます。つなぎますとね、当然こういう形ですね。先ほどの結果として、こういう形ですね。で、要は、同時ケーブル側は流れなくなったと。でただ当たり前ですけどね、グラウンドラジアル側には流れていると。今回こういう形で同時ケーブルを5メーター、この先にアンテナアナライザー接続しております。でこのような形でずっと行きまして、こちらの方にね RF 電流を測定するクランプで、こちらの方にね RF 電流を測定するテスターを準備させていただいております。ですのでポイントはアースがないです。グラウンドはラジオにもつながっておりません。ただし、この同時ケーブルが地表を今、はわしております。これがね、皆さん何を意味しているのか、だんだん分かってくると思うんですけどね、ここが重要になりますので、今からご紹介させていただきます。こういう形でね、現状、アンテナの方、セットさせていただいております。今、地上ですね。この状態で SR バード測定しますと、7.35 ぐらいのところ。でね、触りますとね、こういう形ですね。SRバーが大きく変わるの、ここがポイントになります。で、次にね、これをちょっと持ち上げてみます。こういう形ですね。実際ね、今こういう形で同時ケーブルをね、完璧に宙に浮かしております。宙に浮かした状態で、実際にね、
サーバー系がどういう動きするのかちょっと確認していきたいと思います。共振周波数がどの辺にあるんですかね。8メガ台ですね。8メガ台に移行しちゃってますけどね、同じくね、こう触るとね、Aサーバーが激しますけどね、今度はね、これ実際はカウンターポイントとしてのね、アースとしてどうも動いているような感じになっております。こんな形ですね。現状こういう形です。ケーブルが浮いております。こういう形。同時ケーブルをね、先ほど5メーターのやつを追加したんですけどね、今回今度10メーターの同時ケーブルをね、ちょっと地上にはましてみました。で実際にね、S サーバーをちょっとこういう形で測定させていただきます。チューナーは一切ね、触っておりません。これ触りますとね、共振周波数が 6.13 ぐらいのところにありますね。6.16、この辺に共振周波数がいます。同じくね、手で触るとこういう形ですね。要は手もアースになってしまう。体もね、私の体もアースになるので、このような形で S サーバーが大きく変化しています。現状5メーターの同時ケーブルがつながったんですけどね、7.3 で手で触りますとね、こういう形で買うと思います。ちょっともう一遍やってみますね。パッチンコアを使って、はい、3つつけた状態、こういう形ですね。パッチンコアをね、3つつけた状態で今 RF 電池を固定しております。この状態ですとね、 6.5 で手で触りますとね、こういう形ですね。手で触るとね、S サーバーも買うということが確認できました。どうだったでしょうか。私もね、こういう現象というのは体感することはね、いくらでもあったんですけど、このような形で実験ということをしたことがなかったので、実際にね、RF 電流を測定しますとね、ここまでやっぱり影響を受けてるのかなと思って、非常にね、びっくりしたような感じになっております。今回はね、パッチンコアにつきましてもね、このような形で入れると RF 電流が減っているっていうことはね、確認できました。ですけどね、よくよく考えてみると、特に最近流行しておりますロングワイヤー、これの同時ケーブルにね、パッチンコアを多数つける事例っていうのがあるかと思うんですけど、よくよく考えていきますと、これ実はアースが効いてないためにそういうような現象が起こっているんじゃないかなと思っております。今回のようにね、グラウンドラジアルをね、行きつけますとね、カクンとね、RF 電流が下がっておりましたので、結果的にね、アースの効き具合とパッチンコアで、あとは回り込みですよね。これ全てね、連動してるんじゃないかなと思って、今もね、継続的に実験を進めております。もう少しね、内容がまとまりましたら、再度ね、ご報告させていただきたいと思っております。お空でお会いする日、楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。